よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は川上さんが来てます。はい、漫画家の川上です。よろしくお願いします。で、これ、プロクリエイトのデータとか写真撮って、クリップスタジオに入れたら、次の段階は、さっきの見せてくれたラフ。そうね、下書きかな。プロクリエイトのデータはもうこの1枚、この画像だけだから、この上に、だいたい枠こんな感じかなって、これを入れるね。これを入れて、で、これを元に、でこれが例えば、これだったらここのレイヤーにこのやつ書いてて、これだともう手1個これ書いてて、この下書きだけコピペしてんだけどね、ここは手を。なんだろうね、重ねて、こういう風に例えば2つのキャラがいて、重ねて書くとさ、同じレイヤーに書くとさ、こっちちょっと消したいとき面倒じゃん。そうだね。だからレイヤー分けてるっていう。このくっついてないやつらは一緒にいたりとかね、この同じレイヤーに入ってたりとかするけど。じゃあ書いてる途中でレイヤーが必要になった時にそれで増やす。そう。そこら辺は気にせずにバンバン増やしていくね。なるほど。はい、赤と青があるんですけど、それは特になんか理由はありますか？なんで分けたんだっけ。例えばここら辺か、このなんかヘッドホンとかしてんだけど、多分ヘッドホンだけでレイヤー分けてるよね。これ色違うから。なるほど。それで線が描くときにもっと分かりやすくなる感じですか？そう。線が描くときっていうよりは、下書きでそれこそ一旦この赤い子描いて、多分ね、最初は赤で描いてないと思うんだよね。後で赤にこれ色つけてこうやって。線が描くときに別に赤とか青こだわらなくて。こだわらなくていい。別に俺は描きたい色にねする人もいるんだろうけど、俺は別に水色でも赤でもグレーでも何でも描けりゃいいと思ってるから。吹き出しもね、次線画の段階と同じぐらいの時に入れてるかな。大体この大きさが決まんないとね、絵描けないから。そうだね。なんかえらいちっちゃかったなとかって思ったら後で大きくできるけど、大きくしちゃったやつ小さくするのはなかなか難しい。で、線画ですよね、これ。ここは線画はあんまり分かれてないわ。これとこれだけだわ。重なってなきゃいいかなってぐらい。で、これをここまで描いたら、髪の毛の流れの線。これね、この前の撮影でなんか分けた方が、その色つけたりトーンつけてる。それなんですよ。ここのマーク見えますかね、これ。その映らないやつ。そう。下書きレイヤーに設定しておくと、トーン貼るときにバッとここまでいけると。無視してくれる。そう。この重線のレイヤーははみ出ないけど、このタッチのレイヤーはこうやって一発で塗れるよっていう工夫ですよね、これ。クリップスタジオはそういう機能多分そのために作ってあるわけ特にないんだけど、やっぱ自分でこういうなんかテクニック見つけるよね。そう。よし、じゃあ線画とその紙の線とか入れたら、でその後これは細かい話なんだけど、この全然見えないか、これね、これかっこいい。これさ、これは毎回書くのめんどくさいから、もちろんそう元に素材があって、それを変形してここに貼り付けてる。その次がこれベータですよね。レイヤー見えてると思うんですけど、これはさすがに分けとかないと。そうだね。これを線画レイヤーに塗っちゃうと後で大変なことになっちゃうんで。で次がトーンですね。さっき貼ったみたいな。じゃあトーンは、最終的に自分トーンだけのフォルダ入れるんだ。そうだね。別に分ける必要はないと思うけど、分ける意味はあるかなっていう。やっぱり多くなっちゃうんで、これ全然少ないんだけど、多くなっちゃうとやっぱりフォルダ1個にしといた方がすっきりするからね。このファミレスを 3D 作れる人に作ってもらったんですよ。これがお願いして、どこまでアシスタントさんにやってもらうか言った方が、自分の時間が確保できるんだったらやってもらうんだけど、説明の方がやるより時間かかっちゃうなと思ったら自分でやったら早いからね。